Hey guys、月ヨガチューブの月です。今日は座ったまま足の疲れを取るヨガストレッチを紹介します。足のむくみや疲れを解消し、下半身や骨盤、全身の歪みの改善にも効果的です。早速始めましょう。最初は足を前に投げ出して座ります。両足の幅を大きく開き、つま先を左右にパタパタと動かしましょう。足の付け根から大きく動かし、今度はつま先で大きな円を描きます。足首から足の付け根全体の動きを整えます。さらにつま先を前後に動かして、足のすねやふくらはぎをストレッチ。両足を揃えたら右の膝を立てて外側にパターンと倒しましょう。まずは足指をほぐします。親指と人差し指、前後に切るようにほぐしていきましょう。ハサミの刃を開くように動かしながら、一つ一つ指の間の筋肉をほぐしていきます。自分のペースで隣の指に移って、親指から小指までほぐしていきましょう。今度は親指の力を使って足裏をほぐしていきます。グーの手を使って叩いても構いません。体全体を支えてくれている足の裏の筋肉、固まりやすい部分なので緩めていきましょう。今度は指を縮めた時にへこんでくる部分に両方の親指を重ねて刺激を入れていきます。湧き出る泉と書いて湧泉というツボです。万病予防につながるツボと呼ばれていて、筋肉疲労の回復に効果的です。ほぐれたらその足を反対のももの上に乗せて、手の指を足指の間に挟んでいきます。開きづらい時は手のひらで包むようにしても構いません。反対の手親指を内くるぶしに当てて、そのまま大きく足首を回していきましょう。回せる範囲でいいので、できるだけ大きく動かしていきます。では両手で膝とかかと足首を持って足の付け根を回していきます。大きく反対回しも同様に。今度はすねのあたりを掴んで左右に揺すってみましょう。持ちづらければ自分が持ちやすいところを掴んで構いません。お尻周りの筋肉がほぐれたら、今度は反対足も同様に行いましょう。親指と人差し指を掴んで前後に切るようにほぐします。足指や足裏がほぐれることで、体全体を支えている土台が安定し、下半身や骨盤、体全体の姿勢改善に効果的です。凝っているところ、硬いところを探しながらほぐしてあげましょう。先ほどと同じように湧泉のツボも押しましょう。吐く息で力を入れ、吸う息で緩めます。ではその足、反対のももの上に乗せて、足指と手の指で握手をするようにつなぎます。手のひらで包むようにしても構いません。反対の手親指を内くるぶし押すようにして大きく回していきます。左右差も観察しながら、反対回しも同様に動かして、最後は手の指でぐーっと力を入れ圧迫。吐いて手を解放します。両手で足を持ち上げ、大きく回していきましょう。回しやすい範囲でいいので、できるだけ大きく膝で円を描きます。さらに膝下を外側から掴んで左右に揺すっていきましょう。お尻周りの筋肉がほぐれます。では足を下ろして次のポーズです。合席のポーズ。足の裏同士を合わせたらかかとを恥骨に近づけて
手の指を組んで足指をホールド。まずは体を左右に揺すって、左右の骨盤、座骨が均等にマットを捉えるところを探します。真ん中で動きを止め、息を吸って背筋を伸ばし、吐く息で前屈しましょう。倒せる範囲でいいので、できるだけ背筋をまっすぐ伸ばして、吐く息、前に倒していきます。余裕がある方は両肘を使ってふくらはぎをさらに押していきましょう。膝の内側から股関節、内ももが伸びてくるストレッチです。伸びているところに深い呼吸を送りましょう。吸う呼吸で体を起こして手を解放します。今度は片方だけ足を伸ばして、反対足かかとを恥骨に近づけます。吸う息で左手を天井方向に持ち上げ、吐く息右に側屈、伸ばした足の方に体を倒します。視線は天井方向か、疲れたら視線マットの方に落とします。吸う呼吸で体を起こして、そのまま伸ばしている足の方に向きを変え、前屈のポーズに入ります。お尻の余分なお肉外側によけ、骨盤正面に向いたら吸って両手を持ち上げ、吐く息で前に倒します。両手はマットと奥、または足に添えて深い呼吸を繰り返しましょう。余裕がある方はつま先を天井に向けて、かかとで前の空気を押していきます。足首からふくらはぎ、もも裏、お尻までが伸びてきます。吸う呼吸で体を起こし、正面に戻ったら今度は反対足です。左足を外に開いて、反対の足、膝を曲げ、骨盤正面に向けたら、吸う息で右手を持ち上げ、吐く息左に側屈です。この時お尻でマットを押し、上の手で体を引き上げるようにしながら、心地よく腰から脇腹、胸の横、手の指先まで伸ばしましょう。お尻が離れないように注意です。では吸う息、体を起こし、伸ばした足の方に向きを変え、足裏は内ももに添えて、吸って両手を持ち上げ、吐く息前屈。できるだけ背筋がまっすぐ伸びるところでポーズをキープしましょう。背中が丸まってしまう場合は、体を少し起こしてそこでキープします。余裕があれば股関節から前屈、呼吸を繰り返しましょう。ふくらはぎのストレッチは、足先に溜まった血液、リンパの流れを流し、全身の巡りを整えます。それではふくらはぎをほぐすセルフマッサージです。両膝を立てたら手のひらで包むようにして、両サイドからほぐしていきます。骨の際に当たるように、下から上、位置を変えてほぐしていきましょう。ふくらはぎに刺激を加えて、さらに巡りを良くします。もう一つセルフマッサージです。片方の足首をふくらはぎに乗せて、お尻で挟んでいきます。体重を後ろにかけるようにして、ふくらはぎを圧迫。乗せる位置を少しずつ変えながら、内側や外側、膝裏から足首まで心地よくほぐしていきましょう。痛い方は無理にお尻を後ろに倒さなくてもいいので、できる範囲でふくらはぎの張りを緩めていきます。反対足も同様に。張っている部分、凝っている場所を探しながら動いていきましょう。では両足つま先を立てて、
お尻をかかとの上に乗せ、両手を前に伸ばし、顎を引きおでこマット、足指を立てたチャイルドポーズでお休みです。足指の間、足の裏の筋肉の伸びを感じます。体を起こし四つん這いの姿勢になります。今度は手と手の間に右足を一歩踏み込んで、後ろ足つま先を立てるか足の甲を寝かせます。両手指先を立て、骨盤胸正面に向いたら、両手をももに添え、体を起こして、お尻を軽く締めながら足の付け根、ももの前側を伸ばしていきます。両手指先を下ろしたら、今度はお尻を後ろに引いて、右足もも裏を伸ばしていきましょう。膝は伸びきらなくてもいいです。つま先余裕があれば立てて、苦しければ足裏をついて OK。 もう一度前の膝を曲げたら、今度は両手を足の内側、右足をマットの外側にずりずり移動させます。このままか余裕があれば外側から肘を下ろして、さらに上体を倒します。股関節周りがほぐれるトカゲのポーズ。さらに余裕があれば右足、小指側に体重をかけ、右手で膝を外側に倒します。ゆっくりと元のポーズに戻り、足を後ろに引いて四つん這いです。今度は反対足、左足手と手の間に下ろして、後ろの膝できるだけ遠く、胸骨盤正面に向いたら、両手ももの上で息を吸って背筋を伸ばします。ももの前側、骨盤を支える腸腰筋、腰の筋肉が伸びるストレッチです。両手をマットに下ろし、お尻を後ろに引いて、左足を伸ばしていきます。もも裏全体が伸びるストレッチです。ではもう一度膝を曲げて、手を足の内側についていきましょう。このままでもいいですし、余裕があれば左足さらに外側にずりずり移動させ、右手左手肘をつきます。小指側に体重をかけ、膝を外側に倒していきましょう。苦しければ一つ前のポーズに戻って、自分に合った状態でキープしましょう。片手ずつ手のひらマット、足を真ん中に戻し、後ろに引いて四つん這いに戻ります。では体を起こし、両膝を立てて、座った姿勢で膝を左右に倒しましょう。股関節、腰回りをリリース。では最後に楽な姿勢で座っていきましょう。3回深呼吸をして終わりにします。吸い息、両手を左右から引き上げて、吐いて下ろします。吸ってもう一度上、吐いて脱力。ラスト深く吸って、手のひら合わせ、吐いて胸の中心に下ろしていきましょう。ありがとうございました。このヨガストレッチを続けることで、立ち姿勢、歩く姿勢がきれいになり、足の歪み、姿勢の崩れ予防にも効果的です。朝やお風呂上がりなど、ぜひ習慣にしてみてください。次の動画でお会いしましょう。Have a nice day!